3、私は次の日も同じ時刻に浜へ行って先生の顔を見た。その次の日にもまた同じことを繰り返した。けれども、物を言いかける機会も挨拶をする場合も二人の間には起こらなかった。その上、先生の態度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に超然としてきて、また超然と帰っていった。周囲がいくらにぎやかでも、それにはほとんど注意を払う様子が見えなかった。最初一緒に来た西洋人は、その後まるで姿を見せなかった。先生はいつでも一人であった。ある時先生が例の通りさっさと海から上がってきて、いつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとすると、どうしたわけか、その浴衣に砂がいっぱいついていた。先生はそれを落とすために後ろ向きになって浴衣を2、3度振るった。すると着物の下に置いてあった眼鏡が板の隙間から下へ落ちた。先生は白がすりの上へへこ帯を締めてから、眼鏡のなくなったのに気がついたと見えて、急にそこいらを探し始めた。私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んで眼鏡を拾い出した。先生はありがとうと言ってそれを私の手から受け取った。次の日、私は先生の後に続いて海へ飛び込んだ。そうして先生と一緒の方角に泳いでいった。2丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って私に話しかけた。広い青い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より他になかった。そうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った。先生はまたパタリと手足の運動をやめて仰向けになったまま波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がギラギラと目をいるように痛烈な色を私の顔に投げつけた。愉快ですね。と私は大きな声を出した。しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、もう帰りませんかと言って私を促した。比較的強い体質を持った私はもっと海の中で遊んでいたかった。
しかし先生から誘われたとき、私はすぐ「ええ、帰りましょう」と快く答えた。そうして二人でまた元の道を浜辺へ引き返した。私はこれから先生と懇意になった。しかし先生がどこにいるかはまだ知らなかった。それから中2日置いてちょうど3日目の午後だったと思う。先生と掛け茶屋で出会った時、先生は突然私に向かって「君はまだだいぶ長くここにいるつもりですか?」と聞いた。考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかった。それで「どうだかわかりません」と答えた。しかしニヤニヤ笑っている先生の顔を見たとき、私は急に決まりが悪くなった。先生はと聞き返さずにはいられなかった。これが私の口を出た先生という言葉の始まりである。私はその晩先生の宿を訪ねた。宿といっても普通の旅館と違って広い寺の境内にある別荘のような建物であった。そこに住んでいる人の先生の家族でないことも分かった。私が先生、先生と呼びかけるので、先生は苦笑いをした。私はそれが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した。私はこの間の西洋人のことを聞いてみた。先生は彼の風変わりのところや、もう鎌倉にいないことや、いろいろの話をした末、日本人にさえあまり付き合いを持たないのに、そういう外国人と近づきになったのは不思議だと言ったりした。私は最後に先生に向かって、どこかで先生を見たように思うけれども、どうしても思い出せないと言った。若い私はその時、暗に相手も私と同じような感情を持っていはしまいかと疑った。そうして腹の中で先生の返事を予期してかかった。ところが先生はしばらく沈吟した後で、どうも君の顔には見覚えがありませんね。人違いじゃないですかと言ったので、私は変に一種の失望を感じた。4、私は月の末に東京へ帰った。先生の避暑地を引き上げたのはそれよりずっと前であった。私は先生と別れるときに、これから折々お宅へ伺ってもようざんすかと聞いた。先生は
単簡にただいらっしゃいと言っただけであった。その自分の私は先生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのである。それでこの物足りない返事が少し私の自信を痛めた。私はこういうことでよく先生から失望させられた。先生はそれに気がついているようでもあり、また全く気がつかないようでもあった。私はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れていく気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期するあるものがいつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った。私は若かった。けれども、すべての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めてわかってきた。先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々のそっけない挨拶や冷淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである。痛ましい先生は自分に近づこうとする人間に近づくほどの価値のないものだからよせという警告を与えたのである。人の懐かしみに応じない先生は、人を軽蔑する前にまず自分を軽蔑していたものと見える。私は無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでにはまだ2週間の日数があるので、そのうちに一度行っておこうと思った。しかし帰って2日3日と経つうちに、鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうしてその上に彩られる大都会の空気が記憶の復活に伴う強い刺激とともに濃く私の心を染め付けた。私は往来で学生の顔を見るたびに新しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私はしばらく先生のことを忘れた。授業が始まって1ヶ月ばかりすると、私の心にまた一種のたるみができてきた。私はなんだか不足な顔をして往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見回した。私の頭には再び先生の顔が浮いて出た。私はまた先生に
会いたくなった。初めて先生の家を訪ねたとき、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいたとき、私は先生自身の口からいつでも大抵うちにいるということを聞いた。むしろ外出嫌いだということも聞いた。二度来て二度とも会えなかった私はその言葉を思い出してわけもない不満をどこかに感じた。私はすぐ玄関先を去らなかった。下女の顔を見て少し躊躇してそこに立っていた。この前名刺を取り継いだ記憶のある下女は私を待たしておいてまた家へ入った。すると奥さんらしい人が代わって出てきた。美しい奥さんであった。私はその人から丁寧に先生の手先を教えられた。先生は例月その日になると雑司ヶ谷の墓地にあるある仏へ花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出たばかりで10分になるかならないかでございます。と奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈して外へ出た。にぎやかな町の方へ一丁ほど歩くと、私も散歩がてら雑司ヶ谷へ行ってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐきびすを巡らした。